やっぱり、思いの力がどんどん強くなっていってる。でも、なんで急に。ミク、遅くなってごめん。木の様子がおかしいって聞いたけど。木の周りに思いのかけらが集まってきてるんだ。しかも、すごい勢いで。それに、誰かの声が聞こえるの。木に触ると音が聞こえることはあったけど。なんか怖くない？っていうか、どこの誰？本当に。おーい、そこにいるのか？返事を。今の大きな声、すっごく聞き覚えあるんだけど。声だ。途切れだけど、出ます。もし、他の世界の。ミク、これって。もしかしたら、世界と世界が、つながろうとしているのかも。眩しい。あれ、ここって。今の光、何だったんだろう。ねえ、みんな。ミク？それに。なんでみんながここに？ここは、みんなの思いの世界だし、いつか来ることもあるかもって思ってたけど、別々の世界から、同時に来ちゃうなんて。大鳥さん？エムちゃん、そんなにほっぺ引っ張ったら、痛いんじゃ。すっごく痛い。だから、夢じゃないんだ。それに、ミクちゃんがいるってことは。ここは、世界だよ。みんながいつも言っている世界とは、違うけどね。やっぱり私、世界でみんなに会ってるんだ。ねえ、その世界って思いから生まれた世界のこと？それって。みんなきっと気になることばっかりだよね。少し私の話を聞いてもらってもいいかな。みんなが知りたいこともきっと話せると思うから。ミク。わかった。じゃあ、みんな本当に世界を知ってるんだ。私は思いの持ち主っていうわけじゃないけどね。私もいけるのは司くんの思いの世界なんだ。でも、さっきのミクの話だと、今私たちがいる世界は、宵崎さんや大鳥さんも思いの持ち主になってるんだよね。この世界はね、いちかちゃんたち、レオニードのみんなと、はるかちゃんたち、モアモアジャンプのみんな、それから、エムちゃんたち、ワンダーランズショータイムのみんなに、かなでちゃんたち、25時、ナイトコードで、のみんなと、こはねちゃんたち、ビビットバットスクワットのみんな。そして、
みんなの世界にいる私たちの思いが重なり合ってできた世界なの。いちかちゃんとかなでちゃんが覚えているかはわからないけど、ここの木は最初、もっと細くて小さかったんだよ。そうだ。なんで忘れてたんだろう。私たち、ここに来たことがある。その時は、花里さんと、司さんと小羽も一緒でしたね。あの時はまだ世界になっていなかったから、すぐにかけらに戻っちゃったけど、みんなの思いの力が強くなったから、あの時の思いのかけらが世界になれたんだよ。そうだったんだ。でもミクは、この世界のミクってわけじゃないんだよね。私は世界の外側、世界の狭間っていう場所からいろんな世界を見守っているんだ。ただ、本当に見守ることしかできないから、私がみんなの世界に行ってもみんなには見えないし、こんな風に話すこともできなかったんだけどね。でも、今はミクのことがちゃんと見えてるし、話もできてるよね。そうだね。この世界は他の世界と何かが違うのかも。またピカってしたよ。これって、さっきこの世界に来た時と同じ。せっかく会えたけど、バイバイかもしれないね。そんな、もっとミクと話して。あれ？よかった。みんな急にいなくなっちゃったから心配で。みんな？じゃあ、まさかみのりたちもあの大きな木がある世界に？はるかちゃんも？それに、お友達に会ったの？そうなんだ。もっといっぱいお話ししたかったな。知り合いには俺もあったが、しかし妙じゃないか。妙？一緒に飛ばされたのに、なんで真冬たちじゃなくて、星野さんたちに会ったんだろう。不思議だね。気になることはいろいろあるけど、とにかくみんなが無事でよかった。心配してくれてありがとう、ミクちゃん。そっか。みんなもあの世界に飛ばされてたんだね。てっきり私だけ飛ばされちゃったんだと思ってた。私も。ねえねえ、ほなちゃんたちは誰に会ったの？待って、さきちゃん。木のこととか、いろいろ確認しないと。木なら大丈夫よ。ひとまず異変は収まったみたいだから。よかった。じゃあ、話の続きは教室でしようか。そうだね。まさか、はるかたちも世界を知ってたなんて。みんなが言ってるのって、どんな世界なんだろう。あ、世界っていうことは、きっと、いるんだよね。よかった。みんな、それぞれの世界にちゃんと戻れたみたい。この世界は、みんなの世界と本当につながっていたんだ。でも、そのつながりは、だいぶ弱くなっちゃってる。ここが、世
世界としては、まだ不安定っていうことかな。それにしても、ふふ、なんだか不思議なメンバーだったな。え？歌？あんなところに思いのかけらがある。このかけらから聞こえてきていたんだ。でも、この思いのかけら、あの子たちのじゃない。まさか。いちかちゃんたちの思いに引き寄せられた？改めてになりますが、今日は集まってくれてありがとうございます。むしろ声をかけてくれて助かったよ。私もいろいろ気になってたから。みんなが世界のこと知ってたなんて、すっごくびっくりだもんね。思いの数だけ世界はあるって話には聞いてたけど、まさかこんなに身近にいるなんて。志保が雫先輩と世界の話したがってたけど、結局できたのかな？少し話せたみたい。姉妹で同じなんて嬉しいって大喜びしてたよ。さきちゃんと司くんも世界のお話したみたいだよ。お兄ちゃん、なんで教えてくれなかったの？さきだって教えてくれなかったじゃないかって喧嘩になりそうになったって。えなも弟さんがチームのみんなと一緒に世界に行ってたこと知らなかったみたいだよ。やっぱり兄弟でも内緒にしてたんですね。でもそうだよね。スマホに急に「アンタイトル」っていう曲が入ってて、それを再生すると世界っていう場所に行けるなんて、いくら家族でも信じてもらえなそうっていうか。おまけにミクたちバーチャルシンガーと話ができるなんて、疲れてるんじゃないって言われちゃいそうだしね。私は信じるけどな。だってミクちゃんとお話ししたいし、今日もお話できるんだよね。いろんなミクちゃんたちと。うちのミクはもう待ってくれてるんですが、こっちも大丈夫。じゃあ一緒に呼ぼうか。わかった。せーの。ミク。はじめまして。初音ミクだよ。私も初音ミクだよ。私もはじめましてってあれ？この前の私。私たちの世界でライブをしてくれたアイドルのミクだ。じゃあミクが迷い込んだ世界って宵崎さんたちの。すごい。ミクがこんなに。姿も全然違うけど、みんなミクだ。いちかちゃんのお目目がキラキラだ。何から話せばいいんだろう。もうなんでそんなにそわそわしてるの？だってミクがたくさんいて、全員と話せるんだよ。いちかちゃん、本当にミクちゃんが大好きなんだね。
日は集まってくれて本当にありがとうございました。いちかちゃんもありがとう。いっぱいお話できてすっごく楽しかった。学校とかステージとか遊園地とか、どの世界も本当に全然違うみたいだしね。今回は世界で会ったメンバーで集まりましたけど、せっかくなら小羽たちも含めていつか全員で集まりたいですね。それってみくちゃんたちもみんな。今日会えなかったバーチャルシンガーのみんなも全員だよ。あ、でもそうなるとさすがに会議室やスタジオみたいな広い場所が必要になるな。確かにミクたちはスマホで顔を出してもらうにしても、私たちだけでも20人。歌？ほんとだ。でなんだか悲しそうな歌だね。あ、また女の子の声みたいだけど、どこから？多分そこの路地からだと思います。行ってみましょう。あの子かな？もゴミ置き場の前を行ったり来たりしてるね。うん、歌ってるようには見えないな。だけど他には人もいないし。手に何か持ってるね。あれはノートかな？あ、泣いてる。何かあったのかな？私ちょっと行ってきます。私も。ごめんなさい、ばあちゃん。でも私。大丈夫ですか？驚かせてごめんなさい。泣いてるのが見えて気になって。ノート落ちたよ。はい。ノートです。いいんです。もうそれはいらないので。ごめんなさい。待って。行っちゃった。また歌っているんだね。もしかしてこの思いのかけらの持ち主は何か音楽をやっているのかな。もう覚えちゃったし、今日は私も一緒に歌わせてもらおうかな。あれ？急に歌が途切れて。かけらにひびが。色もどんどんくすんで。ねえ、どうしたの？私でよかったら君の思いを。思いのかけらに拒絶された？どうして急に？まさか思いのかけらの持ち主に
何かあったんじゃ。